ちゃ嫌そう。メリーおいで。わ、出た。いい2個。って言ってから出るやつじゃん。あ、よかったよかった。メリーおいで。歩いていいですよ。歩いていいよ。みーちゃん。メリー。絶対さ、ここにさ座ってさ、絶対バーベキューしてさ、ハンバーガー作ろうね。ハンバーガー大会しようね、ここで。幼稚園じゃん、もう、ね、幼稚園の人じゃん。ね、人でもね、幼稚園の子供。こうやって喋るじゃん、小学生の子って。これさ、パパさ、絶対さ、これさ、ハンバーグしようね。いいよ。ね。おはようございます。おはようございます。斉藤です。本日なんですけども、前回言っておりましたバーストなキャンピングカーの、外装編 DIY しまして、ちょっと見た目が変わりました。ちょっとねやっただけなんですけど、印象がめちゃくちゃ変わったのでご紹介をしたいなという動画でございます。あとはちょっとね他にも DIY した部分があるので含めて一緒にお見せできたらなと思っております。キャンピングカー買ってきたのが今年の1月なので2ヶ月ぐらい経ってんのかな。もう190万で20年前のですねキャンピングカーを買ってきたんですけども、意外とね今のところ、ちょっとっていうのもあったんだけど大した故障じゃなくて、治ったりドアがね閉まんなくなったりとかしたんですけど、今のところ問題なく動いております。本当ありがたいことにいろんな人からねいろいろと教えていただいて、山梨県でキャンピングカーを整備とかしてくださるところも見つかりました。挨拶だけこの間してきていろいろと教えてくれたり、もうジャストタイミングで今年開業されたキャンピングビルダー屋さんということで、修理とかもやってて、その広告に中古で買ったけど修理の面倒を見てくれる場所がない人、まさにうちじゃんみたいな感じだったんですよ。それで、ちょっとねこの間いろいろ相談してきました。自分で見つけたの？いや、それもこう知り合い伝いにね紹介してもらって。ああ、そのチラシが置いてあって見つけたわけじゃなくて。そうそうそう、近くにあるよみたいな感じで教えてもらって、もともとねつながってたなめかじチャンネルさんってめちゃくちゃでかいデュカトに乗ってる方なんですけど、YouTube やってる方で、この間ちょっと一緒にご飯というか飲みにというか行って、でその行った場所が南アルプスのラグエっていう RV パークなんですよね。そこもたまたまなんかこうデュカトのレンタカーをやってるということで、すごかった。すごかったよね。もう高級レンタカー屋さんなんですけど、でもねなんかそこもまたワンちゃんと泊まれるレンタカーがあったりとか、いろいろとねこうつながるポイントがあったりしてね、いろんな方を紹介してもらったりして、そのキャンピングカー屋さんも紹介してもらったっていう感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで早速変身しました我が家のバーストナーくんを見ていただきたいなと思います。本日もよろしくお願いします。こちらでございます。どうぞ。ドン。はい、これです。こんな感じになりました。全然変わった。全然変わったよね。すごい。見た目でお分かりの通り木目になりました。すごいよね。すごい。これだけでかなり印象が変わった。そうなんだよね。もう違う車みたいになったよね。思ったより全然変わりました。ということでちょっとね近づいてお見せしたいと思うんですけど、近づいたらねいろいろ見えてくる。ちなみに後ろからはこんな感じで、こんな感じですね。可愛くない？すごいよね。全然なんかイタリー感がなくなりましたね。なくなったね。青と黄色だったよね。そうそうそう。もうその上からシートを貼ったんですね。でこれは自分たちのお店のロゴを貼ったりとかして、カッティングシートを貼りました。前もね、これは会社の名前を貼って、もはやですね営業車になりました。会社っぽいです。ね、でも本当に助かるんだよ。この車でいろんなお仕事にね行った時に2個メリの控室として置いておけるので、本当便利ですよね。でこれ何を貼ったかっていうであれなんですけど、テーブルのリメイクシートを貼ってます。あ、これね。
一応まあキッチンにも使えるっていう防水のやつなんで、外でも大丈夫なんだけど、車用とかではないというね、こういうところ、もうちょっと浮いてきちゃってますね。これね、うん、なんか途中で雨降ってきたんだよね。そうでもね、なんかそういう問題ではないっぽい。ただ下手くそ。あとはやっぱりこういうカーブしてるとことかはちょっとまあ難しかったりするのかわかんないけど、ちょっとね、とりあえず雰囲気も知りたかったんで貼ってみたんだけど、木目にしたらどうなるかみたいなね。そう、でもね、頑張ってこういうところも貼りましたよね。ありました。ここも全部ラインがあったところは、そうで、こういうところ切って、下手くそなんだけど、こういう風に難しい。でこれ開けた時もちょっと浮いてきちゃいますね、この辺が。あ、でも大丈夫だな、まだ無事。毎回開けたら押さえるようにするわはい、こちらは山梨斉藤夫婦となっておりますね。これは会社の設立2018年です、こんな感じの外装になったと。でちょっとね、今回は後ろ、こちらの後ろがちょっとひどいので、ここ貼り直しした方がいい。あ、でもいいかな、どう思う？なんかあんまり分かんなくなった。あんま分かんなくなったね。さっきと同じようになんか浮いてたんだよね。あ、でもここなんかポコポコってなってるな。あ、でもここもね、しわくちゃだったり。あれってちょっとあんまり分かんない。いいかもしんない。やんなくても。貼り直ししようかなと思ったんだよね。そう。後ろだけ。なんか空気が入ったり結構してたように見えたんですよ、夜見ると。でもここにすごい空気が入ってる。ここだけちょっと針刺そうかな。ちょっとカッターでピッてやってみる。これ買ったやつなんですけど、Amazon で売ってますので、リンクを貼っておきますので、チャレンジしたい方まあちょっと伸びないから、そうカッティングシートみたいに伸びないんだよね、だからちょっと責任は取れませんのでそうなんかこう丸いとことかを切るときに避けちゃう、パキッピリッみたいな、で避けちゃって、よくなんかテーブルとかさ綺麗にリメイクしてる動画あると思うんだけど、ああいう風に伸びないからちょっと大変ね。でこう空気が入っちゃってるんですけど、本当はねこういうやつで空気を押し出せばいいんだけど、もう結構固まっちゃってるから、ちょっとこれでカッターで穴開けます。あ、ほら抜けるやん。抜けた？あ、水出てきた。やっぱ水入ってるんだ。ちょっと入ってた。ちょうどこの一番後ろをやった時にものすごい水が垂れてきて、拭きながらやってたんだけど、もう雨量が一番強い時で。あ、後ろね。でもね、ほんと簡単で、これめっちゃ安いんだよね。これ10メートル巻きなんですけど、で3000円ぐらいなんですよ。このでかいキャンピングカーをぐるっと巻いたけど、2本買って、全然余ってるから、こういうとこ避けてね、ここがここ失敗したんだね。ここ失敗してますね。あ、そう、ここ失敗した、ここは避けちゃってます。もともと古い車なんでもうあんま細かいこと気にしないっていうスタンスにしました。なんかどうせやり直すことになるしね、また。そうだね。本当に綺麗にしたかったら、業者さんのステッカーっていうかカッティングシート頼むと思うんだけど、とりあえずちょっとこれで様子見て、最初からさ高いお金出してさ、お願いしてさ、なんかイメージと違ったとか嫌だったからさ。確かにちょこちょこ空気が、そうなんか貼った時より気になるでしょ。こことか。そう結局さ、穴開けたらさ、またさどうせ入るからさ、まあいつかやり直せば十分。これだけでもなんかイメージが変わっていいよね。テンションが上がりました。ここはなんだろう。どれ？そこもまあちょっとこうカーブの失敗ですよね。あの時はね、なんか後ろだけが結構空気入ったと思ったのに、余っちゃってんのよね。どうしようもないんですよね。だからちょっとね、素人感はだいぶあります。いいんですよ素人なんでこんなさ完璧にできてたら業者さんもびっくり。ほんとこれをさ、必要なサイズに切って、もう糊がついてんだよね。糊がついてるし、ペリペリペリって剥がせるから、また剥がそうと思えば剥がれると思います。何度も失敗して貼り直しました。一回貼ってもまた剥がしてやり直せるから。こういう塗装部分も
車の塗装の部分もなんか塗装が剥がれるほどの粘着力ないと思うんだよね。結構すぐペリッて剥がれちゃうもんね。プチプチ言ってる。あとは難しくて無理だってなったのはここがもうどうしようもなかったですね。そうだからピッタになってる。こういう感じで結構ね。そうだからストレッチ性があるやつだったらもうちょっと楽かもしんないけど、まあ好き嫌いはあるでしょうね。こんな風にしたくないよっていう人とこんな風にやりたくないっていうね。でもなんだろう、そもそも高い車で新車買ってたらこういう遊びもできないから、確かにこういう風にいろいろ好きなようにできるっていう楽しさを味わうんだったらありだよって思うし。確かに新車買ってこんなことしたくないよね。そうそれはねわかるよね。こんなんどうぞ皆さんつってさこんなんやりたくないよって言われたらその気持ちはわかるよね。そうですね。もうキャンピングカーとしては、なんか底値の車を買ってるわけで、こういうなんかボディとかに例えばちょっと傷があったりとかしたところで価値はもう変わんないっぽいんだよね。1個あろうが2個あろうが。だってなんならさここ塗ってあるしね。それ塗ってんじゃなくて貼ってるの。貼ってるの。これもここだけ違うんだよね色が。実はカッティングシートが貼ってあって真っ白なんです。ここだけ。でもまたさ洗車したけどあれ上に出てきたね。復活してるじゃん。雨だれが。これもさそう貼ってるからか、なんかビヨンってなってるとこあったんだよねちょっと。ここじゃない。そうここもそうだし、こういうとことかね。そうだからやっぱりなっちゃうんだなこういう風にと思って。そうですね。いやでもいいんじゃないですか。私は全然ありだと思う。また劣化して剥がれてきた時にはお金出してお願いしてもいいかなと思うんですけど。塗ったりね。そうだね。ということで外装がねこんな感じで変わりましたっていうご報告でございました。はい。ぜひですねこの木目のバーストナーを見つけたら「あいたいたいた!」って言ってください。はい。ぜひ手振ってください。はい。今回の DIY ポイント、あと2つちょっと変わってるので紹介しようかなと思います。まあ DIY ではないですね。ちょっと付け足したんですよ。こういうポータブル電源にコンセント、こういうのをちょっと頑張ったよねっていう、結局この車コンセントを使うには、RV パークとかの電源サイトに行ってガチャンって外部電源をつながないとコンセントが中で使えない仕様なんだよね。だから道の駅とかではコンセントが使えないっていう感じなんですよ。なのでこういうポータブル電源でコンセントから延長コードを引っ張ってって、テレビが映るようにしたりとかっていうのをやりました。延長コードをねはわしてったっていうのをちょっとやったんで、中にどうぞ。もうこういうとこですね。これまだ途中なんだけど、こういうのもはわせて持ってきてピタッと後でやろうと思ってるんですけど、今まだこれ途中です。でさっきのコードをこうずっとこの辺こうはわせてて、この中に入れたんだよね。でここテレビだったのをこれ電子レンジに交換しました。これは買いました。7000円くらいだったかな、電子レンジね。多分 Amazon で一番安いやつ、ターンテーブルがないやつね、ぐるぐる回らないタイプの一番安いやつを買いました。十分ですね。十分で、ここに延長コードが来てて電子レンジの下に、それでポータブル電源から電気取って電子レンジが動かせるようになったっていう感じですね。でこれはこう使いやすいように前に出てくるんで、ここまで線かここにまで出てくるっていう、便利じゃない。便利。でもいるこれここでいけるよね。いらないですテレビだったから飛び出してきて便利だけど、そうか、レンジは別に飛び出してこなくていいです。ここでいいか。で使えますっていう感じで、あとはここについてたテレビ
なんですけど、ちっちゃいやつね、うん、ついてたんだけど、それは取って家で使ってたこれと交換したんです。何も入ってないように見えるでしょ。うん、入ってるんですよ、これテレビこれこちら、はい、この家で使ってたプライベートビエラ、うん、どこでもテレビ見れるってやつね。これほんとね良かった。キッチンでもね、洗面所でも見れるから。そう、うん、でその本体っていうかアンテナをここにつないであるので、ここから電波が飛んでて、このテレビはどこでも見れるっていう。でどこにしたんだっけ、なんかここら辺に引っ掛けたんだっけ。そうで、なんかね挟んでたの。なんかやったよね。うん、いやなんか違うね。なんか違う。どうやってやったか忘れちゃったな。ここにしたらめちゃくちゃいいじゃんってなったんだけど、あ、こうっぽいね。これで閉めたらこれでめっちゃいいじゃんって言ってたんだ。そうだねそうこんな感じで、そうだそうだ。うん、でこの電源もここから取るっていう感じにうん、しました。はいはい、今回やった DIY こんな感じいいね。うん、どうですかね。めっちゃ見やすい。こっちから。あ、確かにね、ここから座ってテレビ見たりするにはすごい見やすくなった感じですね。はい。うん。はい、ということでですね、はい。今回はこのバーストナーの外装の方をちょっとご紹介したのと、中の電気関係をちょっと DIY したという動画でございました。はい。だんだん快適に、うん。だんだん自分たちっぽくなっていってると思うんですけど、あとやりたいことありますか、ハルピンさん。あと今プラスやったのは、うん、バンクベッドのところが、ベッドマットっていうのが丸見えの状態だったんで、もともと持ってたコストコで買ったペンドルトンの大きい毛布を、マットをくるんで使っておりますが、はい、他にも今このベンチとかもそうなんだけど、ファンのこのマットを敷いてはいるんですが、他のところ見えてる純正のこの生地のところを柄じゃなくて、なんかこう今流行ってるなんか巻けばいいだけのソファーにこうかけるタイプの伸びるなんかあるじゃん、ソファーカバーみたいな、ああいうのをかけて使った方がこれが汚れなくて済むかなとは思ってます。そうね、やっぱワンコもいるんで足が汚い時とかあるかもしれないから、こうカバーをかけて使おうかなっては思ってます。はい、こういうところですよね。こっち側もこの柄がね、あんまり嫌だなっていう。その後も汚れちゃうからっていう。綺麗ですよね、これも。綺麗綺麗。で、あとそうだ、温度計買ったんだよ。ちょっと持ってきます。快適。そう、あとカーテンもそうだね。このカーテンもこの椅子と同じ柄だから、これもちょっとどうしようかって言ってて、すごい可愛いんだけど、ちょっとねところどころ外れてたり壊れたりもしてて、レースだけでも十分ここにシャットアウトできるようになってるから、こういうのがついててそれでもいいかなって思うんですけど、このねカーテンもね、変えたいんだよね。ああ、そうだね。なんかでも意外といい感じだからな。そう、私はね可愛いって思うんだけど、ちょっと壊れてるところがあったり、あと別になんかこう飾りだから隠せるから、これがあるから、必要ないかなって。ただないっていう状態もまあいいかなとか。温度計こちら、これ買いました。まあ家でも使ったんだけど、このね一応受信機が別であって、外の温度がわかるんだよね。こんぐらいの、今ちょっと外に置いてるんだけど、これの半分ぐらいのかな、送信機っていうのか、受信機じゃなくてこっちが受信機か。上が外気温、下がこの車内の温度って感じに。で多分湿度とかでこの晴れとかがわかんのかな。別に Wi-Fi がつながってるわけじゃないから。やっぱキャンプとか行ってもさ、結構外の温度気になるからさ、便利かなって思って買いました。これも Amazon でございます。これ光るし電池で動くんだけど、アラームもついてるから便利だと思います。でかいけど見やすいです。見やすいね。普段はどっかにしまっといて、目的地に着いたら出しておこうかなっていう感じよね。
まあ送信機忘れたら何にもならないけどありえそうだから基本は家で使って、まあ、忘れなければ持ち出していけたらいいなっていう感じです、前回の動画でもちょっとお伝えしてたんですけど、近々で旅に出ようと思っております。さよなら一応ね、多分その頃には、リフォームというか家もね、ちょっと落ち着くと思うんで、そのタイミングで、まあ1週間ぐらいだと思いますけど、車中泊旅にキャンピングカーで初の旅ですね。ちょこちょこ泊まりには行ってるんだけど、連泊で行くのは初だよね。そうですね、連泊っていうかこう長期旅でね、でもなんだかんだこの車でいろいろ行ってるんだよね。そう、仕事に行くことが多いっていう、ご依頼いただいた撮影の仕事とかで行くことが多いんで、もう岐阜とか滋賀県、茨城県、千葉県行ってますよね、結構行ってるっていう。ただもう弾丸で行ってくることが多いんで、今回は、もう自分たちの企画で車中泊旅を、ピンポイントの日程はちょっとお伝えできないですけど、北陸方面っていうのかな、を目的地にちょっと回ってこようと思っております。なんで今回の春はですね、北陸旅の動画をちょっと撮ってこようと思ってますので、実は北陸初めての車中泊旅なんですよね。昔もう6年前ですね、行ったの。そうです。めっちゃ前じゃない？動画も一応残ってると思うんだけど、初めての車中泊旅が北陸編でした。でその時はね、千里浜っていう車で走れる砂浜っていうのがあって、国道なんだよね一応、そこに行ってみたいっていうので、すごく千里浜遠かったんで、車中泊の日程を組んで10日間ぐらい旅に行ってきたんですよ。そこから6年です。早いですね仙台県のワンちゃん、ボアちゃんといった思い出の地であり、まあいろいろ北陸の方は大変なことも起きていたりする場所ではあるので、実際に行って前に行った時と同じように同じ場所がね残っているかどうかはわからないんですけど、なんか動画を通して皆さんにお伝えできることがちょっとでもあったらいいなっていう気持ちと、楽しんできたいっていう気持ちと、思い出に浸りながら、いろんな気持ちが入り混ざってますが、自分たちの中では衝撃的な第1回目の旅だったので、確かにね。そう、2回目3回目の車中泊旅よりやっぱり断然思い出深い感じですよね。そうなんです、だからこう感慨深い旅になるんじゃないかなとは思います。どんな旅になるかわかんないですけど、楽しんでいきたいと思います。また引き続き見てもらえたら嬉しいです。よろしくどうぞ。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなり。さよなり、斉藤でした。どうでした。あざした。ぜひ、チャンネル登録をしていただいて、旅の続きも見ていただけたら嬉しいです。まあ撮影日が今、3月20日。今日から明日からか、もうだいぶ春になるということなんで。最後昨日雪積もったよまさかのちょっと油断してた、その1個前で終わったかと思ってたからさ。極寒だったね。だって昨日の最低1度でした。